皆さん、こんにちは。トリペイロスゲーミングのワンデードキュメンタリーへようこそ。私の名前はナオミです。トリペイロスゲーミングチームと一緒に忘れられない経験を皆さんと共有します。私はすべての冒険を段階的に説明し、残りのチームが撮影を担当しますので、ぜひご参加ください。このドキュメンタリーの主な目的は、日本の自動車文化への意識を高めることであり、今回私たちは非常に特別な日を過ごすために日本の福島県二本松市を訪れます。さあ行こう。秋の恵比寿ドリフト祭り2024の一日。もうレコーディングしてるの？はい、わかりました。ご清聴ありがとうございました。準備はできたか？シートベルトを締めて、一生に一度の旅行の準備をしましょう。それでは行きましょう。モータースポーツ愛好家の間で、テンプラースペースとして知られる恵比寿コンプレックスを訪問してきました。伝説のドリフトドライバー熊久保信繁によって設計、構築され、7つの個別のサーキットと2つのオープンエリアのコレクションで構成されており、すぐに見ることができます。この複合施設は、日本の主要なモータースポーツイベントの多くが開催される場所であり、特に年に3回の大規模なドリフトイベントであるドリフト祭りが開催されます。恵比寿ドリフト祭りは春、夏、秋の年3回開催されます。祭りは31時間の中断のない漂流。つまり誰も眠らないのです。祭り期間中は、通常はドリフト走行ができない東コースと西コースを含む恵比寿サーキット全7コースをご利用いただけます。豊富なエキサイティングなトラック、夜のドリフト、活気のあるお祭りの雰囲気により、地元、日本、そして世界のドリフターが集まる世界的に有名なイベントとなっています。サファリパークもあるんですか？サファリパークがあるよ。でも、今日は他の動物を見るとしましょう。ふふ、ヒーズル国のシネマティックスをお見せできるよう、夜明けすぐに開始することにしました。現在は朝の8時です。イベントに到着したら、いくつかのマシンを登録するために複合施設の入り口で待ちます。
私はトリペイロスゲーミング版を楽しんでいますが、あなたも？だから、ここでやめないでください。西へ。最初の休憩、昼食の時間が来ました。恵比寿複合施設内でも、あらゆる好みに合わせた数えきれないほどの地元の美食体験が楽しめます。どれもとても美味しくて居心地が良いです。でも、最後に甘いものを食べないと食事を終えることはできないと思っていました。それで、私たちのデザートは、見て、次は峠コース。しかし、先に進む前に、トリペイロスゲーミングチームから私に伝えてほしいと頼まれたことを付け加えておきたいのですが、彼らは今後数日間、
他のソーシャルネットワークに限定コンテンツを投稿する予定であり、そのリンクはこのビデオの説明。ありがとう。続きます。山の中腹に書かれたサーキット。サーキットを最大限に表現すると、山の中の公道を走っているようなものですが、何の保護もされていません。言い換えれば、ご覧の通り、ここには間違いの余地はありません。これでもう少し暑くなりますよ。準備はできたか？さあ、峠コースです。But I still have this feeling, more serious than butterflies. My inside so sore, finding it hard to let go. 'Cause I'm still in love. Oh, with you, baby. I'm in love.峠コースについてはどう思いますか？私にとって、それは要約すると、私たちの周りに漂う自由の感覚です。ポジティブなエネルギーがたくさん、世界の広さ、しかし、恵比寿サーキットを訪れる体験がどれほど良いのかまだ疑問に思っている人のために。さて、冒頭で述べたように、西サーキットとともに、通常の日はドリフト走行ができない東サーキットを発見してください。そして、今日は普通の日ではないので、これまでに見たことのない最速のドリフトエントリーの一つをご紹介します。時速約 150km での入り口と周囲のコンクリートの壁について話しています。しかし、ドリフターズは壁に対する情熱がすごいですね。
最初は理解できなかったのですが、音、車、夕日、素晴らしいこの感動を経て、この人たちが発揮するスキルが驚くべきものであることが理解できたと思います。動きを正しく実行するには、何時間ものトレーニングが必要です。
車とドライバーが調和する必要があると言えます。ドライバーが車を知れば知るほど、流動性と精度の中でその限界を追求するようになります。それでは、別のサーキットを見に行かなければなりません。私たちがこれまで見てきた、そして今後も他のサーキットで見るであろうすべてのドライバーの特徴を備えたこのドライバーは、間違いなくこのドライバーにも合格しました。それで、早速、スクールコースを紹介します。なんて素晴らしい瞬間でしょう。ドリフト伝説が生まれたサーキット。そして、そこに将来の伝説が最初の一歩を踏み出すことがなかったら、誰にもわかりません。私が最も感銘を受けたのは、小さなサーキットにしては急勾配であることです。かなりの下り坂があり、怖さを感じさせます。途中でドライバーは車の勢いを維持する必要があり、それも簡単ではありません。夜が来たので、夕食への欲求も高まります。終わりはすでに近づいていましたが、最後のサーキットを訪問せずに一日を終えることはできませんでした。夜になるとホクホクコースでも大盛り上がりになるだろうということは分かっていましたし、まさにその通りにしました。
伝説の南サーキットでドキュメンタリー完結決定。このサーキットは D1GP チャンピオンシップの多くのイベントの本拠地でもあったため、ドリフトコミュニティにおいて非常に重要な役割を果たしています。彼はサーキットの中で他の選手とは一線を画したセクション、有名な南ジャンプで世界的に認められました。すべての期待を上回りました。私たちが恵比寿コンプレックスに来たのはこれが最後ではないことだけは保証できます。自動車コミュニティ全体に感謝したいと思います。この体験に参加してくれた皆さんに感謝したいと思います。そして一生に一度の経験を私たちに提供してくれたこの複合施設の創設者、熊久保信繁とそのスタッフ、その他の方々に心より感謝いたします。私とトリテイロスゲーミングチームよりドキュメンタリーをご覧いただいた皆様に多大な感謝を申し上げます。